バーラリの3時ジャーに再びようこそ。私はバーラリです。カナダ人だからまだ日本語を学んでいるから、時々言葉で間違いします。ごめんなさい。このチャンネルにキリスト教についていろいろな質問を考えます。例えば、この前になぜクリスマスを祝うと一緒に考えました。キリスト教は本当に西洋の宗教ですか？も一緒に考えました。イエスの名前を聞いたことがありますか？キリストと聞いたことがありますか？キリスト教はキリストの命に基づいたものです。このキリストは歴史にいた人でしたか？作り話でしたか？もしキリストが作り話なら、キリスト教の基本も作り話でしょう？もしキリストが歴史に生きた人なら、キリスト教の基本も全然違いますね。これは大切な質問だと思います。ユンタクしましょう。イエスと聞いたとき、あなたは何を思いますか？キリスト？クリスチャンの人？クリスマス？西洋？神話のキャラですか？宗教家ですか？もしイエス様が世界に2000年以前に生きていた本当の人と聞けば、びっくりしますか？イエス様について私たちは目撃情報を書きました。彼の教え、奇跡、死を記録しました。考古学の記録にいろいろな詳細を確認しました。出来事の後に私たちはすぐこの記録を書きました。イエス様を知っている人はまだ生きていました。だから、もし間違いがあれば、もし嘘があれば、他の人は間違いだと言えました。でも、イエスを知っている人は全員が正しいと言いました。いろいろな有名な歴史家はイエス様について書きました。この人たちはクリスチャンではありませんでした。今、3人の記録を抱えます。ジョシーファスというユダヤ人は祭司であり、パラサイ人でした。祭司たちとパラサイ人はイエス様を殺しました。ジョシーファスは政治的な歴史家でした。ユダヤ人の歴史について本を書きました。この本にイエス様について書きました。知恵がある人でしたと書きました。奇跡が起こりました。多くのユダヤ人もギリシア人も彼の弟子たちになりました。イエスはユダヤ人とローマ人によって十字架で殺しました。多くの人はイエスをキリストと言いました。この単語、キリストとは、全世界を作った神様が選んだ人です。他の男の人はターシタスというローマの歴史家でした。
ユダヤを治めたローマ人は十字架につけることを決めたと記録しました。タシタスは多くの群衆はイエスの弟子になりました。信仰が本当に強かったので、死ぬまで信仰から離れませんでした。他のローマ人はプリニーと言いました。彼は法律家、作家、裁判官でした。イエスの弟子たちは彼を礼拝しました。神だと言いました。と記録しました。イエス様のストーリーはすぐ始まりました。歴史にイエス様の存在についてたくさんの証拠があります。考古学の証拠、目撃情報、医学の証拠。イエス様は死ぬ前に特別な病状が出ました。聖書でこの病状が記録してあります。病状が出るとき、イエス様はストレスが多かったため、汗は血液のようになりました。弟子たちは老子だったから見ることはできても理解できませんでした。でも今日的な医学で私たちはこの病状がわかります。本当に珍しい病状です。多くのストレスや辛いことはこのような病状に出てきます。このことは理解できなかったが、目撃した人はこのように詳細を書きました。だから彼らの情報は正確でしょう。この証拠は一つの真理を指します。イエス様は本当生きている人でした。人間の歴史に参加しました。ストーリーだけではありません。証拠は確認させます。歴史に生きた人について学ぶことは面白いですね。たくさんの世界大宗教は最初に宮殿で教えが伝えられました。後に書かれました。宮殿の文化に生まれた人は本当に聞き取ることが上手でした。文化の歴史を暗記して息子、娘に伝えました。結局、教えが書かれる前に宮殿で教えました。例えば、お釈迦さんの死から600年後教えが書かれました。イスラム教のムハメッドの死から100年後教えが書かれました。しかし、イエス様の死から30年後教えが書かれました。書かれたとき、イエス様を知る人はまだ生きていました。味方も敵も生きていました。だからイエス様の生活についても教えについても証拠となる書類が多いので頼もしいです。将来、イエス様の教えについて、キリスト教の基本について、一緒に他の質問を考えていきましょう。もし今もっと聞きたければ、シーサイドチャプルの YouTube チャンネルに行ったらメッセージが聞けますよ。いろいろなメッセージがイエス様の命、教えについて
話します。このビデオを見てくれてありがとう。今日いろいろな情報を伝えました。もし質問があればコメントのところに書けます。質問を答えて楽しみにしています。このビデオを楽しんだですか？もし見続けたければチャンネル登録してください。ベルのアイコンにクリックすれば新しいビデオが出るときお知らせをもらいます。またね。